こんにちは、ウォッチミックスです。今回は香港のマイクロブランドフォイボス様とのコラボレビューとして新作クラケンを時計マニアの目線で徹底レビューしていこうと思います。このフォイボスは日本未上陸のマイクロブランドで、私もつい最近知ったばかりなんですけど、こだわり感のあるダイバーズウォッチを多数ラインナップしているのが特徴。嬉しいことに価格もお手頃価格なので、時計マニアな方だけではなくて時計初心者の方までお気に入りの一本見つかると思います。今回レビューしていく新作クラーケンは堅牢そうなダイバーズスタイルにハッとするようなカラーダイヤル組み合わせてあって、独特の世界観を楽しめるダイバーズウォッチに仕上げられています。夏に向けてテンションの上がるダイバーズウォッチを探しているよっていう方はぜひ一度チェックしてみてください。まずはじめに実際に手にしてみた第一印象なんですけど、それはこの深みのある色合いすっげーなーって、そんな感じでした。とにかくね、その深みのあるブルーダイヤル、とてもね印象的でしたね。その文字盤はテクスチャーダイヤルになっていて、立体のね柄が入ってるんですけど、その場の光加減だったり、あとは見る角度によって色味とツヤ感っていうのが刻々と変化していって、何ともね言えないオーラ放っているんですよね。文字盤に奥行き感っていうのがあることで、時計全体に立体感と躍動感をプラスしてある。これがうまいところ。もうねテンション上がりますね。今回のコラボレビューではブルーダイヤルモデルを選んだんですけど、空張りもあって情熱的なレッドダイヤルとか、大自然を感じさせるグリーンダイヤルとか、魅力的なモデル揃っているので、人とは違うダイバーズウォッチを探してるっていう方にめちゃくちゃおすすめ。ただこのスタイルには好き嫌いあると思うんですけど、一目見てめちゃくちゃ刺さったっていう方多いんじゃないですかね。私は一瞬で惚れました。ではデザインをマニア目線で細かくチェックしていこうと思います。今回レビューしているクラーケンは何といっても注目なのは文字盤のデザインですよね。このモデルは正式にはリーフブルーというネーミングなんですが、公式サイトを見てみると、海のサンゴ礁に差し込む太陽の光の揺らぎを表現しているそうで、いやそう言われてみると、爽やかなブルーがきらめいたり、黒に近いダークブルーが見えたりと、海にね潜っている時の太陽の光の揺らぎ、そんな印象ありますね。いやもう本当にね深い色合いです。色合いとツヤ感が変化していくので、文字盤にはぐっと奥行き感あってめちゃくちゃ魅力的でした。こうやって言葉にしていくと派手な感じを受けるかもしれないんですけど、実際に手にしてみると意外とねシックな見え方になっていて高級感あります。そしてその文字盤にはフラットな平面上のね自分針とインデックス組み合わさってあります。針のデザインなんですけど、なんとなくなんですけどね、海に沈んだ宮殿、そんな感じがあって、このリーフブルーモデルの世界観にぴったりだなって感じました。実は届いてすぐ見た時に、針もインデックスももう少し立体に仕上げた方が絶対にかっこいいのにって思ってたんですよね。ただ数週間このクラーケン使ってみると、針やインデックスがフラット形状になっていることで、文字盤の奥行き感っていうのがさらに印象的に見えるんですよね。しかも奥行き感のある文字盤とこのフラットの針、自分針ですね、これがいいコントラストになっていて、時刻すごく見やすいのに気がついて、いやこれはねフラット形状が正解だなって今では思ってます。いやここね地味にうまい作りでした。そして文字盤の12時位置にはブランドロゴのオクトパス入っているんですが、よく見ると王冠をねかぶっているのがちょっと可愛いんですよね。6時位置にはカレンダーが入っていて、シンメトリーデザインを崩すことなく見やすさもバッチリでした。文字盤についてはデザインと実用性うまくねバランスさせた、そんな作りになっているのが好印象。そして逆回転ベゼルは120クリックになっています。クリック感は精密っていうわけではないんだけど、操作感は良好でした。ベゼルがシルバーってこともあってスポーティーすぎないっていうのがいいところですね。ラグに関してはオメガのダイバーズのように内側にぐっと曲がり込んだ、そんなスタイルになっていて、ちょっとね有機的な感じ、これがねメタルブレスのつながり感ありますね。このディティールうまいと思います。そしてこのクラーケンの風変わりな見た目のメタルブレスなんですが、これがねとにかくすごいんですよね。多分なんですが1960年代のヴィンテージダイバーズからインスピレーションを得た、そんなデザインになっていると思うんですが、このねユニークなデザインのメタルブレス、
鱗というのか吸盤のあるタコの触手みたいな、その生き物的なスタイルになっているのがとにかく面白いですね。さらに動きもほんの少しね揺らぎがあって、タコの触手な感じあります。このね揺らぎが何とも言えずかっこいい。このメタルブレスすごいのはデザインだけではなくて、疑似的にね細かなパーツに見せてるっていうそんなブレスではなくて、一つ一つのパーツが本当にね独立してるんですよね。時計に詳しい方だったらってなると思います。コスト考えるとこの価格帯の腕時計に採用する、そんなねメタルブレスじゃないですね。しかも調整がネジ式、もう絶対的にねコスト合わないでしょうって驚きました。でさらに驚くのはバックルの作りなんですよね。デザインが良くて合成感も高い、それだけではなくて、なんとマイクロアジャスター搭載されてるんですよね。もう簡単に微調節ができるので大人世代には嬉しいところ。デザインだけではなくて作りも大満足でした。もう文句ないですね。すごすぎです。時計全体のデザインの印象としてはクラシカルでも文字盤のカラーとツヤ感っていうのがパッとね目に入ってきて、ちょっとおしゃれな感じ伝わってきます。こなれ感っていうのかほんの少し違和感っていうのもあって、テンション上げてくれる、そんなねダイバーズに仕上がっていました。次に基本スペックと作りについて簡単に解説していきます。ムーブメントは自動巻き機械式ですね。いわゆるゼンマイ式の腕時計になっていて、キャリバーはミヨタの9015が搭載されています。高精度な28800振動、いわゆる8振動のムーブメント入っているので、これは所有する満足度高めてくれますね。そして横幅はダイバーズウォッチと考えるとやや小ぶりな 40mm ですね。40mm サイズになってるっていうこともあって、手首の収まりっていうのがいいので、ほんの少し品よく見せてくれる、ここも嬉しいところ。そしてガラスは安心のサファイアガラス。サファイアガラスっていうのは非常に硬いガラスで、普段使いしていてまずね傷が入らないので安心して使えるのがいいところ。そして防水はオーバースペックともいえる 200m 防水ですね。普段の汗だったり雨っていうのはもちろんなんですが、これからのシーズンだったらキャンプだったりバーベキュー行って川辺でね水をバシャバシャかけ合いながら遊んだりとか、そういったアクティブなシーンでも安心して使っていただけるようになっています。スペックについては高精度の8振動ムーブメント搭載とかなり満足度高いと思います。それに安心のサファイアガラスに 200m 防水と、いや驚きのコスパですよね。もう大満足の一言。それにメタルブレスの作りも非常に良くて、その場でさっとね微調整できるマイクロアジャスト、これ大人世代に嬉しいですよね。スペック作りともにね文句なしでした。まだ届いて数週間なんですが、着用イメージ写真少し撮影してみたので、コーデだったりサイズ感の参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。大胆なカラーダイヤルのダイバーズウォッチなんですが、程よいサイズってこともあって想像していたよりどんなねコーデにも合わせやすかったですね。いや気に入りました。もちろんかしこまったビジネスシーンには向かないんですが、きれいめな大人カジュアルな服装からジャケパンまで、今の空気感だったら大人世代の方もさらっと楽しめそうだなって感じました。とにかく個性的なダイバーズでテンション上げてくれる一本でした。今回は香港のマイクロブランドホイボス様とのコラボレビューとして新作クラーケンを時計マニアの目線で徹底レビューしてきました。いかがだったでしょうか。優等生的な綺麗めなダイバーズウォッチではないので、好き嫌いっていうのはあると思うんですけど、独特のオーラあって
つけるだけで気分を上げてくれること間違いないですね。デザインよし実用性よしな腕時計なので、時計マニアの目線から見ても自信を持ってお勧めできます。ただ購入については海外の公式サイトから直接購入する形になるので、ちょっとねハードル高く感じる方もいらっしゃるかとは思うんですが、このクラーケンにドキッとしたっていう方はぜひ一度公式サイトチェックしてみてください。欲しくなると思います。最後までご覧いただきありがとうございます。これからも素敵な腕時計や時計関連の情報をご紹介しますので、よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。